残ってますよね。美味しいなと思って。ケーキやらチョコレートやらなんかパン屋さん以外のこともやってて。いらっしゃいませ。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。小麦の風味を出すために石臼のちょっと粉を入れてこのミキサーがダブルアームミキサーって言って人間の手に近いような動きをする生地にダメージがあんまりなくて5打です。このミキサーとはあんまり見たことないな。で少しオートリーズ菓子パンですね。このあんこ大阪に流通してなくて兵庫県のあんこ屋さんなんですけど、美味しいから無理言って大阪にも流通してくださいって言って頼んでるんですよ。これはクッキー生地を上に乗せるクリームパンですね。食感楽しんでもらおうと思ってだからあえて中身のクリームは少なめにしてるんですよね。普通のクリームパンよりかは。お菓子屋さんがやりそうなクリームパンっていうなんかコンセプトでこの上にこうクッキー生地を絞って下にこれカスタードめっちゃ多いんですよ。
ジオからね FM フラワー届いて、あなたの心に全然これ届いて大したことじゃない。ありがとう。1年前からカレンダーに8-2バースデーとしてぐらいアーモンドプードルとマック YouTube とか中はスポンジとアーモンドプードルととりあえず焼けてから何しようかなっていう感じでこれザラメ今回やったら誰やもう一回焼くの入れるはい。AKB とか AKB やったあれフルンジって言ってクロワッサンの形したやつをこうバンって潰すんですけどそれとありきたりやなって言って渦巻きにしてやろうって発酵した生地をこうポンと潰すプレスやるキャラメリゼもう一回焼いてこの表面をもうカリカリにしていくって感じですこれをもう一回焼くこんな感じですかねこの辺がこうキャラメリゼになってて多分表面ももう硬いんですよね冷めたらこれは中にスポンジとアーモンドクリーム入れててここにちょっと穴開けてなんか絞ろうかなみたいなスポンジとアーモンドクリームここのデニッシュの層が縦にしてるんで食感が多分面白いはずどうぞよろしいですか。ありがとうございます。もうそろそろいけますかね。
会話ばっかりして全然 OK です。難しい。シュパシュパしてるみたい。シュパしてて。ないでしょこの朝日を浴びない。この時間はもうがちのヘビーローテーションナンバーをお送りします。今年30になります。賞金は何個ですか？結構な高級ライン。だから何を言いたいのかを先にブレインダイブして基礎化粧品のはい。そうなの？中中にのがきっかけですね。ありがとうございます。これって実際に運転食パンの中段の仕込み。お水はこの立山の水使ってるんですけど、すごい口当たりが良くてミネラル分が美味しいです。バターですね。四つ葉のバター。トータルバランスで言ったら四つ葉のバターが一番良かったかなって感じで、四つ葉にしてますね。これが中だね。朝売り切れる分だけとりあえず焼いて、また昼から焼いて夕方焼いてっていうのを何回も繰り返して焼いてるって感じなんで、本当に6時とかからでも焼いたりとかしてるんで。それはどうして？仕事終わりに買いに来てくれる人がすごい多くて、パン冷めてたら俺やったら食べへんよなと。せっかくこういうオールスクラッチ法でやってるんやったら、焼けるんやったら自分らで焼いたらええんちゃうって感じ。上にダマンド引いてるんです。オザマンド。これはごまの生地にプラリヘーゼルナッツのプラリネ塗ってミルクチョコにアーモンドが入ったりするを挟んでサンドします。こんな感じです。本来ちょっとラウンドのとこカンパーニュ。
ち結構なんかふざけてやってるとお客さん受けめっちゃいいんですよ。厨房の方に手振ってくる人とかいてるんで来たよみたいな。これフランスパンですね。低温熟成させた生地の。これを前日の夕方に練って冷蔵庫でずっと置いてるって感じです。イーストを使わずにルヴァン液で発酵させてるんで、ゆっくり発酵するタイプの生地ですね。手書きです、全部。なんかその時によって変わったりするんで。プライスカードがはい。かなり特徴的だっていうお話もあったんですけどこれどなたが考えられてる？私がたまに言ったりもするんですけど、シェフが大体言ってます。先ほど書かれたのはこれはこっちです。抹茶のゼリー、抹茶のムースに最後黒糖のゼリー入れて、あんこと牛皮です。豆うち自家焙煎やってて、それでどれですか？こっちのコーヒーゼリーコーヒーゼリー。はい、自家焙煎のコーヒー豆をでハンドドリップしてからゼリーにしてます。なんか夏に毎年ゼリーやってるんですけど、ちょいちょい新しいの出て。これをなくなったら追加、なくなったら追加っていうのをやってますね。ここにうん。ただ単純に猫の足にしとけば売れるかなっていう。ごま振るよりも足にした方が可愛いんちゃうと思ってる。クリームパンはアーモンドスライスが美味しいんですけど、アーモンドスライスが結構たっぷり。これがこう溶けて表面がちょっとカリカリになってって感じです。でアクセントにザラメを。ザラメ結構使うんですよね。食感とやっぱ味が美味しくて、食べた時ねちょっとカリっていう食感が。ここがさっきのクッキー生地ですね。この表面が硬くなっててザラメの食感と。層がバーって出てるから食感がもうザクザクザクってなって美味しいですね。これね。
美味しいので種類しかないやつもあります。もっとぎゅうぎゅうだったんですけど。6、はい。もう食パンは絶対買ってるのと、クロワッサン好きなんでクロワッサンは。あ、ここで買ったアイスコーヒー、水出しアイスコーヒー。美味しかったです。めっちゃうまかったです。あ、よかった。見てやって。ありがとうございます。この辺に住んでるんですけど、まあたまたま歩いてて見つけたというか、パンの紹介、一言紹介みたいなのがちょっとこう面白くて、家族も美味しいっていうから、スタッフさんもなんかすごい話しやすくて、まあ、楽しく来れてる感じですね。パンおすすめとか。あ、おすすめ食パンですかね。このまま食べても美味しい。個人的にクロワッサン大好きなんで、このチョコクロワッサン、恵方ロールみたいなのも、恵方ロール。恵方巻きあるじゃないですか、まあそれのこうパン屋さんバージョンというか変わり種で面白いなみたいな感じで買ったこともありますね。この辺すごいパン屋さんとかコーヒー屋さんとかたくさんありますけど、その中でもすごくお気に入りで利用させてもらってますね。イベントの時大体なんかやってますね。恵方巻きとかお任せでもう適当に作ってみたいな、ロールケーキみたいな。そうそう、もうスイカをどんどん焼いていくって感じですね。これね、野沢菜お漬物ですね。これを結構味の濃い方の野沢菜を選んでて、いらっしゃいませ。結構みんな映りたがる。で、なんかコールが違うらしい。そうなんや。よいしょ。上から鉄板をこれぐらい薄くして。これがムースですね。コーヒー。これがまあよくある一般的なちょっと普通のゼリーなんですよ。食べてもらっていいですよね。あ、すみません。ありがとうございます。でこれが僕らが自分らで生豆から選んで焙煎した
濃さちょっと違いますね。全然雑味が入ってない分透明度すごい綺麗なんですよ。でもこれはコーヒーゼリー専用の豆みたいに作ってて、でここでムースでちょっと固めといて、さっきの自分たちが焙煎したコーヒーゼリーをこっちは多めに入れてますね。全然透明度が雑味が全然なくて綺麗に出るんですよ。液体がこういう風に流れてくるんで、これがこうムースにこう染み込んでいくんですよね。でこのムースが薄くしてるんで、この染み込んで濃くなるって感じ。これが抹茶のゼリーで、これが黒糖のゼリーですね。でこれが抹茶のムース、自家製の牛皮、これも味が濃い抹茶にしといて、こっちを少し薄くしてますね、味は。黒糖のゼリーですね。パン粉のせて、牛皮をこうのせる。これ全部自家製ですね。豆も選んできて、僕の嫁さんが焙煎しに行って、で豆持ってきて、ここで粉砕して、その後ろに自分らで入れて、パッキンして売ってる。どれかい？すごいね、これ。どうやって作るんだろう。すごい。あ、そうそうそう。これを楽しみにしたんですよ。暑くなってきたから、これおやつでゼリーとかいいなっていう。はい、はい、どうもありがとうございます。まあ、1回か2回ぐらい鳴らすとそう、1、2週間に1回は来てる感じですね。西洋わさびのパンが美味しくて毎週買ってます。店員さんもすごいフレンドリーで、フレンドリー、すぐ覚えてくれたりとか。なんか一回この西洋わさびがなんか店頭になかった時があって、あ、今日例の物ないねって話してたら、僕からこちらにありますって出してちょうど出来たてのやつ出してくれるまあそういうところがいいなって思ってますね。インスタとか見てると最近すごい忙しそうなんですけど、倒れずにこれからもよろしくお願いしますこれパン粉ですね。でこれでなんかただのカレーパンやったら面白くないよねって。じゃがいものせる。これであとチーズのせて。こんだけネギ入っとって売れるかなとか言ってたら、案外なんかみんな好きみたいで、ネギが。
しゃいませ。共同。あ。みんな普通こうやって転がすんですけど、この親指でこう締めていってるんですよね。ガスまだある状態で、これでこうやるとガスが全部ここに抜けてて、このタイミングでガス抜いていってるって感じですかね。締めながら。前田さんで一番しんどいこれなんですよ。持ち上げる。走ればよかった。で、押しますね。みたいな感じで。
バイ。食パンに生クリーム入れるんですよ。コクは別にそんなに重要視してなくて、この耳が柔らかくなるっていうぐらいの生クリームの量にしてますね。今から出てる。シロップに1週間ぐらいつけて、ラム酒のだからこうレーズンがシロップがこう染み込んでるっていうのかな、こうやると思う。これがレーズン食パンのレーズンですね。生地に対して 90% ぐらい入れてるって感じで、どこ食べてもレーズンが入ってるっていうのがやつですね。どこ入れてもレーズンが入ってるんですよ。レーズン自体がすごい柔らかいんですよね。だからそれの粒を潰さないように混ぜないと。甘いこれでいいか。別にクルンジにしてもいい。あ、クルンジにしようか。リボンやめて。でもクロワッサン生地ですね。間に合った間に合ったバター
持ってきた電話かもしれない。前からここよく買い物に来て、パンは買いに来てるんです。クロワッサンとパウンドケーキと、これはアップルパイですか？クリームパンですよね。はい。凝ってますよね。割と美味しいなと思って。でもお店の方は親切ですよ。だからもっとお願いします。ありがとうございます。ないです。卵の量がこれめっちゃ多いんですよ。なんでちょっと乳化させるためにチョコレートを先に。ラム酒ですか？はい。もう香りがすごいですね。あ、うまいですか？それでも焼いた後はアルコールはもちろん飛ぶので全然嫌な感じはなくて香りだけ残る感じです。ですね。ええことやん。くれるとやってもう一切レジの方とか見んでもすごかった。すごかったですね。めちゃくちゃ動き。なんか入れます。失礼します。これお二人だけですもんね。そうなんですよ。だからちょっと頑張らん時だけは。今まではどちらで働かれてたんですか？あ、シェフが巻いてたとこでそのままひっついてきた感じです。どうして行こうって思ったんですか？シェフが作るパン好きだったので、もうそれが見れなくなるなら意味ないなーって、その時にお声かけしてもらったから、じゃあ行けますみたいな。ちょっとだけ僕回すんですよ。
と200だっけ2人やってうまかった方がやる。じゃあお前それみたいな。そうなんですか。基本そうですね。どっちかがやって、ちょっとこう情熱大陸歌いながらやって。いらっしゃいませ。これみんなね、マクン褒めるんですけど、焼いたん僕なんですよ。こどりしてるやつみたいな。はい、お願いします。パン屋さんなのに、これだけいろんなジャンルをやられてるのはなんでなんですか？もともと一番最初で働いてたとこがパンもやりつつケーキもやってたので、スタイルはパン屋がやる洋菓子みたいなんで、僕が大体できるとこの子が次できるようになるんで。もう何でもできてしまうんですか？全然。どうして独立するときにお声かけされたんですか？服装とか見とっても色彩センスがいいのと、あと勘が働くなと思って、分身みたいな感じの動きしてたから、これでいけるなみたいな。最初より艶が出てます。で、ちょっと流して伸ばして最後伸ばして固めて終わりです。バレンタインここで買う人が増えた。これを運ぶ。逆に言うたら僕このチョコレート中身何も知らないですよ。中身がこれがさっきのフルーティーなダークチョコレートで、これがミルクチョコとヘーゼルナッツのプラリネを一緒に合わせたものが入ってて、こっちが抹茶の味が入ってます。こんな感じで僕語れるんですけどね。かわいい。これアップルパイの。はい、ありがとうございます。これがリボンのパンです。これがモンブランです。美味しそうすぎる。可愛いってかこれ。でこれがアップルパイです。モンブランはインスタで見て美味しそうやなと思ってなんか買おうと思っとって、でなんかリボンのパンはなんか見た目が可愛かったから買います。
アップルパイは初めて見た形のアップルパイだったんでアップルパイにしました。おしゃれやし美味しそうやしまた行きたいなって感じです。アーモンドクリームとカスタード。ありがとうございます。ここのレーズンパンすごいもっちもちですごい美味しいんですよ。水分がいっぱい入っててレーズンもプリプリしててすごい美味しい。今日はなんかインスタで載ってたリボンの形したパンかわいいなと思って、シェフの気まぐれって言ってなんかナッツとチョコかな入ったやつとクリームパン美味しそうやな。インスタとか見てるとすごいこだわって新商品をいっぱい作ってるなと思って、結構なんかケーキやらチョコレートやらなんかパン屋さん以外のことも結構やってて、これからもいろんなものをチャレンジしてください。はい、楽しみにしてます。はい、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。クワドロフェニアっていうああは40人格の造語ですごいなと思った人のなんかいいとこを取って作ったお店ですね。だから見た目もそうだし食感とかも5巻プラス第6巻で店をするみたいな。目標じゃないですけど、クワドロフェニアさんのコーヒーが飲めるところを出してこの子に任せて僕はここでやろうかなと細々そうです。女の子が活躍できるような場所にここはしたいなっていう。私もできるようになったらいいなっていうのもあるし、一緒にやらせてもらおうかなっていう100点。ちょっともうちょっといいコメント用意してたらよかったです。俺シェフかっこいい。珍しくちょっとワックスしてきたからな。もう崩れたけどなすぐ。レーズン食パンもお願いします。